はい、じゃあ読み上げます。鑑定依頼者の田原樹は非鑑定胎児の生物学的な父として排除されますとありますね。どういうこと？検査結果によると、依頼者と胎児の遺伝マーカーに一致が見られず、生物学的な不死関係は存在しないことが確認されました。とありますね。どういうことですか？非鑑定胎児の生物学的な父親として排除されるということは、お腹の中の赤ちゃんと遺伝子的なつながりがないと。誰と？いつきの子じゃん。沼田さんの、そうですね、お子さんとされるこの父親としてはもう排除されますと。遺伝マーカーに一致が見られなかったと。田原さんと胎児の遺伝マーカーに一致が見られないと確かに書いてあります。なので不死関係は存在しないことが確認されたと。お父様では田原さんない。そんなわけない。見せてもらっていいですか？ちょっとご自身でも確認していただいて。しっかりと検査は DNA 鑑定はしてくださいました。ですがお伝えしづらい結果になってしまいました。間違いだと思います。これが間違いの可能性は極めて低いというかゼロだと医療機関の結果なので受け止めていただきたいところかなと。わかんないですね。そうだと全員が思っていたんですが、医学的に違うという結果になりました。今沼田さんしっかりご自身の目でご覧になってますね。はい、ちょっと追いつかないと思うので、ちょっと私たちで話していこうかなと思うんですが、同じ妊婦として西野さんいかがでしょう？でも沼田さんは自覚があるんじゃないですか。ではそれが結果だから、多分きっと心当たりは、それがね徳田さんなのかどうかはさておいて、田原さんではないってことは自分の中で何か心当たりがないとおかしいから、よく DNA 鑑定を受けるということがそれほど自信があったんですかね。徳田さんも DNA 検査してるんですよね。徳田さんはしていないんですよね。してないんだ。はい、した方がいいんじゃないですか、徳田さん。でも関係ないんですよね。いや絶対ないです。いやでも今ので関係ないとは言い切れない。もうなんか嘘つき。ないです。本当にないです。いやだってさっきね沼田さんも結構自信ありげな感じで、DNA 鑑定ではもう信じてほしいみたいな感じだったけど、はっきりさせるためにもやった方がいいと思う。沼田さんの心当たりはないんですか？その勝手にできるものでもないと思いますし、田原さんではなかったら違う男性っていうのは確実だと思うんですけど。ちょっとわかんないですね。もう完全に彼の子だと私は思ってたので。他の方とそういうことはされてないってことですか？でも即答できないってことは心当たりがあるんじゃないんですか？いや、心当たりあるっていうか、でも彼の子だと思ってたので、ちょっともう頭が回らないです。ごめんなさい。内容がね、どういうものかは別として、他の方とそういうなんですかね、子作りにつながるようなことをしたことはあるってことなんですか？はい、なんでしょう。ちょっと聞きたいんですけど、はい。お前さ、またさ、不倫してない？沼田さんにまた不倫してるっておっしゃいました？私3ヶ月前に樹と再会したんですけど、沼田のこと私前から知ってるんですよ、実は。
友達？ね、どういうことですか？ちょっと詳しく教えてもらえますか？ 7年くらい前に、そいつは私のお父さんと不倫してたんです。お父さん？うちはもうぐちゃぐちゃっていうかもうお母さんと喧嘩して、お父さんはうちを出てっちゃったんですよ。こいつのせいでうちの家族もっとバラバラに崩壊させられてるんですよ。本当にありえないと思って聞いてたんですけど、またあの人と続いてるとかじゃないよね。その子供があの人との子供とかだったらマジで許さないよ。いや、それは違うって。だから、もうそれはもう何年か前に終わってるから、それは絶対ない。マジで本当のこと言って。何年か前に終わってるって。不倫してたのを認めるんですね。認めるっていうか、まあ終わってるんで、でも。それはないです。本当に会ってない。会ってないって。何が本当で嘘か本当わかんないんですよ、マジ。私たちも頭がもうぐちゃぐちゃになりましたね。もううちらが口出しできる具合の話じゃないというか。不倫してたのはしてた。ただもう終わったので、今のお子さんは関係ないってちょっと綺麗気味で言ってましたけど、西野さん。申し訳ないですけど、沼田さんの発言を信じれなくなっちゃってますね。ね、怖いですもんね。だからなんかその否定してるのも全部嘘を隠したいのかなっていう風に見えちゃってるのは確かかもしれない。エイジさん。ちょっとこれを誰が本当のこと言ってるかわからなさすぎて、 DNA 受けたっていうのが僕的にすごいなと思って、圧倒的自信があったってことは、その期間に当てはまらなかったのかな。でも違う人じゃないとおかしいですもんね。沼田さんは一体誰のことが好きなんですか？いや、それは彼ですよ、もちろん。彼が好きで、そのお父さんと不倫した時はお父さんのことが好きだったんですか？ニノさん。好きでした。恋大きいタイプ？そうですね。もうどっちかというと。発言するほど何を信じたらいいのか分かんなくて。だからさっきのその徳田さんに連絡してるのもやっぱちょっとこうちょっと好意がそうですね。あここまでったのかなって聞いてから思っちゃう。さっき振り返ると、違かったら申し訳ないですけど。私も怖くなってきましたこれ。本当は徳田さんに気があったってことですか？いや、ないです、ないです。徳田さん、沼田さんからのお誘い来た時に、もしかして自分のこと好きなのかなって、勘違いかなでも思いそうになったことあります？別に何も意識してなかったんで、そういうのはないですけど、ただ人懐っこい子なのかなくらいで、いつきも連絡してんのも知ってるのかなと思ったし。田原さんは沼田さんとお付き合いする前に二宮さんとお付き合いされてましたよね。はい、してました。二宮さんのお父さんと不倫関係にあったっていう過去の事実って知ってたんですか？知るわけがないです、そんなの。二宮さんからお父さんが不倫してたっていう話自体も聞いてない。全くです。五木さんの子供じゃないっていう時点でやばいじゃないですか。はい、それ子供をどうするつもりなんですか？いや、もうちょっと、今正直、頭回んないですけど、頭回らないのこちらのセリフそうですよね。で、二宮さんのお父さんと、別れた、もう関係断った田原さんに近づいたの、それ関係あるんですか？たまたまタイミングがあったということですか？そうですね。二宮さん、なんか他に言いたいことあれば。私も第一に、いつきに彼女がいるっていうのを聞いて、いつきの SNS とか見てたら、私も本当に超びっくりしたんですけど、なんでこんな本当に付きまとってくんだろうって思ったんですけど、こいつの本性は本当にもうずっとダメなんだなと思って、なんとかしなきゃと思って、いろいろ私の中でも考えてたのもあるんですけど、ずっと何してんのお前本当マジで。お前だって浮気してんじゃん。二宮さん、そうだ、そこちょっと聞いていいですか？沼田さんとお父さんが不倫関係にあったということを知ってたわけじゃないですか。田原さんと別れてもう一回近づいたっていうのって、復讐みたいな思いもあって近づいたってことですか？復讐もあるし、いつきもそんなやつとまで付き合ったらダメだなって思ってたし、お前のこと今年埋めたいってずっと思ってはいたんで、今現在のお前の行動もマジでクソだね。てめえもてめえだろ。沼田さんは二宮さんがその不倫してたお父さんの子供だっていうのは知ってたの？最初からではないですけど、途中で知りました。
沼田はさ、樹が私の元彼って知ってて樹と付き合ったの？関係ないよ、別に。それは知らないでだよね。知らないでに決まってんじゃん。そんなお前に執着ないし、こっち。二宮さんも二宮さんじゃないですか。復讐だとしても、自分のお父さんの不倫相手の今彼、元彼のとこにわざわざ自分のが辛くないですか？嫌がらせを沼田さんにしたいって気持ちだとしても、こんなごちゃごちゃな状態に私だったらちょっと巻き込まれたくなくてもちょっと縁を切りたいなと思ってしまって関わるのをやめようって思っちゃうのかなって思うんですけど、なんで二宮さんはそこまでして沼田さんとのこう切り離さずにこうなんかそこがちょっと私は理解できない。私の人生はもうずっと影響され続けてるわけですよ。崩壊して親も出てっちゃっても適当に付き合ったかもしれないけどさ、こっちはさ崩壊しているわけですよ。許せないですよね、のうのうできてるのとかって。誰の子供だと思うんですか？わかんないです。五木さんと別に何人いたんですか？とぼけんのマジで。とぼけてんです。お前黙れと。とぼけてないんだって言えばいいんじゃない？ここで関係ない立ち位置からだけど巻き込まれてる。じゃあなんで俺巻き込まれてんの？意味がわかんないじゃん。知らないっす。いやいや、お前からいろいろなんかお前から黙ってもらっていい？は？